本州中央部日本海に面した石川県金沢市。江戸時代以来の工芸の伝統を伝える日本でも有数の文化の都です。この町に2004年に開館した金沢21世紀美術館。現代アートの美術館として大成功を収めています。市民から愛される大きな理由は誰でも気軽に入れること。東西南北4カ所ある入り口の先には無料で入場できるエリアがあります。冬になると不安定な天候が続くこの町で雨や雪をしのげる場所としても重宝されています。人々が行き交い思い思いに過ごすまるで街の延長のような空間です。設計したのは瀬島和代さんと西澤隆英さんの建築家ユニットサナーです。街とやっぱり一緒にあるっていうものをできたってことが、で街ももうどんどん今きれいに手入れられてて、それになればなるほどそういうのの一つに慣れて、なんか街と馴染んでいくっていうか。当時我々が言ってたキーワードみたいなのがあって、それは美術館っていうよりは公園みたいな美術館ということで、そこに行くのに何か用事がなくても行けるという。商店だと買い物に行かないとそこに行っちゃいけないかなとか、図書館だと本借りないといけないかなみたいな用事があっていくじゃないですか。でも公園の場合は必ずしも用事なくても単に来るということができるっていう、そういうような場所であるといいな。美術館の大きな特徴が建築と一体になった常設展示の作品です。中庭にある植物の壁は植物学者でありアーティストでもあるパトリック・ブランの作品「緑の橋」。わずか14センチの厚さの壁の両面を金沢の気候に適した100種類以上の植物が覆っています。こうしたコミッションワークの選定や配置についてサナーも深く関わりました。どうやってこの構造を作るかとか、水が回らなきゃいけない。だから必ずほとんどみんなアーティストの方とは会ってますね。それでこれやりたいと思うけどどう思うっていうふうにいう相談があって、ここにつけようあそこにつけようっていうのを入れてきましたね。こちらはマイケル・リンの作品「市民ギャラリー」。鮮やかな色彩は金沢の伝統的な染め物から着想を得ています。当初この作品は開館記念展のみで展示され、半年ほどで撤去される予定でした。マイケル・リンの作品ができた時は本当に救われたと思った。本当に救われたと思った。これが来ることで奥になんかものすごい美しい色が登場して、この壁も展示室にするということで白くなってるわけですね。ですごい白いわけですよ。その中にこの一番奥のここは向こうが抜けない壁があるわけですよね。でそこにこれがバーンと来たから、やっぱりアーティストってのは鋭いんだなっていう思いましたけどね。これにはもう本当に救われたと思う。これ一番最初の仮設の展示なんですよ。それで20年間もう壊さないで撮ってるって最後にレアンドロのがね、もう工事が始まる時に来て、あれなんかやっぱ一番みんなにね分かりやすくね、あのプールはみんなとにかく見たい、入りたいってなりますよね。レアンドロ・エルリッヒの作品「スイミングプール」。水の中に人を見つけた時の驚き、内部から水上を見上げる眺めといった多様な体験が人気を集めています。美術館を上から見ると丸い形をしています。中央の赤い部分が展覧会ゾーン、
大きさが違う箱のように展示室が並んでいます。展示室の数は14。最も大きな部屋は天井の高さが12メートルです。通路と窓でつながった展示室も。こちらは丸い形です。展示室の外を回廊が巡ります。来館者は自由な順番でそれぞれの展示室に入っていきます。サナーは500パターンを超える模型で展示室の配置を考え、金沢市と議論を重ねました。部屋がこうパズル状に並んでると、なんか金沢市の人もこう順序を考え始めて、基本設計の時に確か我々がこういう順序でって提案するんですけど、答えがその順序を変えたやつで答えが返ってくるみたいな、平屋でこう建物が独立してるっていうその形式の単純さが専門家でなくても考えれる、もしくは別の専門の人でも考えれるような分かりやすさがあったのかなと。当時はまあ必死だったんでそこまで思ってなかったですけど、今思うとこういうようなスタイルになったことが一つこう相互の議論っていうのを深めたかなと。独立した展示室を街のように巡るという美術館のスタイルは、金沢の街に思わぬ効果をもたらすようになりました。最近若い人が街中にちっちゃいギャラリーを飛び火させてやり始めたんですよね。この展示室が1個飛んだのが自分のギャラリーだっていう風な認識を発見してくれたんですよ。そうなると散らばってる小さなギャラリーもこれの散らばって街の中に行ったものの一つだっていう風に考えられるわけで、じゃあこっちで何とか展やってるから自分はその延長でこれやろうかとか、いろんなことがまた想像が始まるわけですよね。自分が街を作っている一人だっていうか一員だって、その私の近くにある美術館が全然他人事っていうのとは全然違って、ここから自分たち先を作っていけるんだって思えるような、そういうきっかけの場所になる、多少は慣れてるかなっていうのは思いますね。伝統的な文化が残る街と溶け合いながら現代アートを発信し続ける金沢21世紀美術館。美術館が街を変えていったように、街もまた美術館の在り方を変えてきました。想像を超える変わりようで、でもいつ来てもなんていうか人々に愛されてるっていうか、楽しんで、子供が走ってきてなんか転んでギャーとか、なんかすごいなんていうんですかね、何でもありって言ったらあれですけれども、愛されてるんだなっていうのはすごく思ってですね。だから建物もどういうやり方がするかだし、その街が持ってる力と、それに続けていこうとする運営されてる方もねっていうのなんかいろんなことが相まってどんどん新しいアートが出てきたり新しい考えが出てきたりして変わっていくわけですよね。それは多分歴史と同じで限度がないと思いますね。他の時代の人から見た時に他の世紀と比較して一応なんていうかライバルになるというものになっていることを祈るんですけどね。